免許を取るためだけに通った小さな部屋を覚えていますか？証明写真を撮るためだけのあの小部屋です。順番を待つ間だけ座ったパイプ椅子、シャッター音が鳴った瞬間だけ意識した白い光。免許を取ってしまえばもう二度と入らない場所。なぜかその部屋だけが今でもふと思い出されることはないでしょうか。教習所全体の記憶はコースの緊張や初めて路上に出た日のことばかりが残りがちです。それなのにあの小さな部屋の白い光だけはなぜか妙にくっきりと記憶の奥に残っている人がいるかもしれません。こんにちは。岩観光察ラジオへようこそ。今日取り上げるのは深夜の自動車教習所にある写真撮影ブースです。教習所というとコースを走る車や広い駐車場を思い浮かべる人が多いと思います。でも今日はそのすぐ横にある小さな部屋の話です。入学の手続きの日、最初に案内される場所の一つでもあります。まだ何も始まっていないのに最初にカメラの前に立たされる、そんな順番になっていた学校も多いはずです。免許を取った経験がある人なら一度は通ったはずです。受付で番号を渡されて順番が来るまで並んだパイプ椅子に座って待つ。自分の番が来たら小さなブースに入って椅子に座り直して姿勢を正してシャッターが切られるのを待つ。たった数十秒の出来事です。それなのになぜかあの数十秒だけ妙に緊張していたことを覚えている人は多いはずです。その部屋は免許証というこれから何年も使うものに自分の顔を残すための場所でした。だからこそ普段は意識しないくらい自然に少しだけ改まった気持ちになる、そんな場所だったのではないでしょうか。撮影の方法は教習所によって違います。職員が声をかけてくれるところもあれば機械のランプが光るだけで自分でボタンを押すところもあります。どちらにしてもその一瞬だけは誰かに見られているという感覚があって、それが緊張の正体だったのかもしれません。順番を待っている間、前の人の背中を見ながらなんとなく髪を整えたり表情を確認したりした記憶がある人もいるはずです。自分の番になって扉を開けて中に入ると外の喧騒が急に遠くなって狭い空間の中に自分一人だけが残される感覚がありました。その一瞬の静けさに少しだけ緊張していたのは自分だけではなかったはずです。撮影が終わって扉を開けるとまた外の音が戻ってきて何事もなかったように次の人がその椅子に座る、そんな入れ替わりが一日に何度も繰り返されていた場所です。撮影が終わればその部屋のことはすぐに忘れます。残るのは免許証に貼られた小さな写真だけで、その写真を撮った部屋のことは誰も覚えていません。何年も財布の中に入れたまま更新のたびに新しい写真に置き換わっていきます。そう考えるとあの部屋は自分の記録の一部を作った場所なのに自分の記憶からは真っ先に消えていく場所でもあります。問題はここからです。教習所によっては夜間教習の後や深夜近くまで建物の一部の照明がついたままになっていることがあります。受付は無人でも写真撮影ブースの前だけ明かりが落とされていない、そんな光景を見たことはないでしょうか。誰も並んでいないのにパイプ椅子だけが等間隔にきれいに並んでいます。斜めになった椅子は一つもありません。まっすぐに同じ向きに同じ間隔で順番を待つ人がいるかのように並び続けています。椅子は誰かのために並べられたはずです。でも今そこに座る人はいません。
それなのに椅子だけが律儀に並びを保っている。その姿を見た瞬間、妙に落ち着かない気持ちになった人は少なくないはずです。なぜ椅子の並びだけでここまで落ち着かなくなるのでしょうか。昼間なら座っている人の姿があって初めて意味を持つ椅子です。その主役がいないまま脇役だけが舞台に残されている、そんな感覚に近いのかもしれません。椅子というのは本来人の代わりにその場所を確保しておくための道具です。座る人がいて初めて役割を終える道具です。それが誰もいないままきれいに並び続けている、役割を果たす相手を永遠に待っているようにも見えます。そのちぐはぐさが妙な緊張として体に伝わってくるのかもしれません。昼間は気にも留めなかった椅子の数さえ夜になると妙に気になってきます。5脚6脚数えてみたところで意味はないのについ数えてしまう、そんな行動をとったことがある人もいるかもしれません。数え終わっても何もわかりません。それでもなぜか数え終わるまではその場を離れられない、そんな妙な引力を感じることがあります。指先で数を追いながら自分がなぜこんなことをしているのか少しおかしくなってくる、そんな瞬間もあるかもしれません。夜間教習を終えて車を返しに戻ったことがある人なら似たような場面を見たかもしれません。教官と一緒に車を止めて挨拶を交わして建物の中へ戻っていく、その短い数十メートルの間に昼間とは違う静けさに気づいた人もいるはずです。コースの照明はもう落とされていて受付にも人の姿はなく、それでも写真撮影ブースの小さな窓からだけ白い光が漏れている。その光は自分に向けられたものではありません。それでも一瞬足を止めてしまう、そんな経験はないでしょうか。ブースの中を覗くと中の照明は昼間よりも白く強く見えます。誰も座っていない椅子と正面の壁だけがその光に照らされています。壁には撮影の手順を説明する小さな紙が貼られたままになっています。文字はもう色あせていて読む人もいないのにそこにあり続けています。もし自分がそこに座ったらこの光は自分だけを照らすのだろうとふと想像してしまう。明るいはずの場所なのになぜか一人で入りたくない、そんな感覚を持ったことはないでしょうか。これは何かが起きているわけではありません。ただ照明が消し忘れられているだけです。それでも人は無人の光を見ると少しだけ緊張してしまう生き物なのかもしれません。昼間なら気にも留めないただの白い光です。それが誰もいない時間帯に灯っているというだけで意味を持っているように見えてしまう、そのこと自体が不思議なことなのかもしれません。もし実際にそのブースに入ってみたら何が起きるでしょうか。扉を閉めた瞬間外の音が急に遠くなります。教習所全体の空調の音や遠くの車のアイドリング音が一枚の壁を隔てただけで急に小さく聞こえるようになります。その代わりに聞こえてくるのは自分の呼吸の音と天井の照明が立てるかすかな音だけです。椅子に座ると正面の白い光が自分の顔だけを照らします。シャッター音は鳴りません。誰も撮影ボタンを押していないからです。それでも一瞬映された気がして姿勢を正してしまう、そんな体の反応が起きることはないでしょうか。昼間は前にも後ろにも人が並んでいて数十秒座ればすぐに外へ出られました。でも今自分の後ろに誰もいません。自分の前にも誰もいません。
ただ白い光と自分だけがそこにいます。壁の向こうからかすかに聞こえていたはずの声も今はもう聞こえません。この部屋は誰かの顔を一瞬だけ切り取るために作られた場所です。その役割を果たす相手が今はいない。それでも部屋はその役割のためだけの明るさを律儀に保ち続けています。明日の朝になればまた誰かがこの椅子に座り、同じ光に照らされて同じように緊張するのでしょう。その日が来るまでこの部屋はただ静かに役割を保ったまま待ち続けているのかもしれません。先ほどの椅子の並びと合わせて考えると、この教習所全体が一つの共通点を持っていることに気づきます。それは人が長くいるための場所ではなく、順番を処理するためだけの場所だということです。受付カウンターも待合スペースの長椅子も写真撮影ブースも外に広がる教習コースも、すべて人がそこに立ち止まるためではなく、通り過ぎるために設計されています。建物の設計図を見たとしても、おそらくそこには効率よく人を流すための動線しか描かれていないはずです。くつろぐための場所はどこにも用意されていません。受付は手続きが終われば離れる場所です。待合スペースは名前を呼ばれるまでの数分間だけの場所です。教習コースでさえ免許を取れば二度と走らないコースです。どこも長く居つくための場所ではありません。だからこそ人がいなくなった瞬間、その目的だけがむき出しになって妙な落ち着かなさとして体に伝わってくるのかもしれません。昼間はたくさんの人がその役割を隠してくれています。受付には話し声があり、待合スペースには誰かの咳払いがあり、コースにはエンジン音があります。それらが一斉に消えた時、場所そのもののそっけなさだけが浮かび上がってくるのです。ブースを出て車に戻るまでの数メートルも少し思い出してみてください。昼間なら何も感じない、ただの廊下です。でも夜になるとコースの照明だけが遠くについていて、自分の足音だけがコンクリートに響きます。その数メートルが昼間よりも少しだけ長く感じられたことはないでしょうか。車の鍵を握る手に少しだけ力が入っている、そんな自分に気づくこともあります。駐車場に引かれた白線だけが街灯の下でやけにくっきり見えて、自分の車がどこにあったか一瞬迷ってしまうこともあるかもしれません。広いはずの駐車場がその瞬間だけやけに大きく感じられます。車に乗り込んでけエンジンをかけた瞬間、その静けさからようやく抜け出せたように感じる人もいるはずです。ナビの画面が光っていつもの帰り道が表示される。その時初めて自分が日常に戻ってきたことを実感するのかもしれません。シートベルトの音やエアコンの風の音でさえ少しだけありがたく感じられる、そんな瞬間があります。考えてみると、私たちの生活の中には似たような小部屋がいくつもあります。証明写真機の中、面接会場の待合室、健康診断の更衣室、どれもそこに長くいるための場所ではなく、一瞬だけ通り過ぎるための場所です。普段はその役割に気づきません。でも人の気配が抜けた瞬間だけ、その役割の輪郭がくっきりと浮かび上がってくるのかもしれません。面接の待合室で順番を待つ他の受験者がいなくなった瞬間、急に部屋が広く感じられたことはないでしょうか。更衣室で自分一人だけが残った時、ロッカーの並びがやけに整然と見えたことはないでしょうか。証明写真機の中でも同じことが起きます。
カーテンを閉めた瞬間の暗さと画面が光る瞬間の明るさの落差に一瞬たじろいだ経験がある人もいるはずです。どれも何か危ないことが起きているわけではありません。それでも体はその場所が本来持っているそっけない役割を敏感に感じ取ってしまうのです。こうした場所に共通しているのは、その空間自体が誰かを歓迎するために作られていないという事実です。昨日のために作られ、昨日のためだけに使われる人がいてもいなくても、その目的だけは変わらずそこに存在し続けます。私たちが落ち着かなさを感じるのは、その目的の純度に体が反応しているからなのかもしれません。銀行の ATM コーナーの小部屋も似た性質を持っています。昼間は誰かトイレ代わりながら使う場所です。それが深夜、自分一人だけになった瞬間、機械の作動音や防犯カメラの小さなランプだけがやけに目についてきます。そこにも誰かを迎え入れるための温かさはなく、ただ手続きのためだけの明るさがあるだけです。この一連の感覚に名前をつけるなら、待つ人がいない小部屋なのかもしれません。誰かのために用意された空間が、その誰かを失ったまま役割だけを果たし続けている、そういう場所は教習所の写真撮影ブースに限らず、私たちの生活の至るところにあるのではないでしょうか。普段はその存在にすら気づきません。人がそこにいる時間の方が圧倒的に短いはずなのに、私たちはその短い時間だけを見て、その場所を知った気になっています。免許を取ってしまえば、あの部屋に戻ることまずありません。それでも免許の更新や教習所の前を車で通り過ぎるときに、ふとあの白い光を思い出すことがあるかもしれません。免許証を財布から取り出すとき、写真の中の自分をじっくり見返す人は少ないはずです。それでもふとした瞬間、あの写真がどこで撮られたのかを思い出すと、あの小さな部屋の白い光と並んだパイプ椅子の記憶が一緒によみがえってくることがあります。その時、あの部屋が少しだけ違って見えるとしたら、それはあなたがあの数十秒の緊張をまだ体のどこかで覚えているからなのかもしれません。今度も司教習所の前を通ることがあったら、写真撮影ブースの窓に明かりが灯っているかどうか、少しだけ意識してみてしまうかもしれません。もし灯っていたら、その光の下に今日もパイプ椅子が誰かを待つように並んでいることを少しだけ想像してしまうかもしれません。もしこの違和感がしばらく頭のどこかに残りそうなら、高評価やチャンネル登録でいい。次の違和感にもお付き合いください。それではまた次の違和感でお会いしましょう。